それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは周囲が感じるあなたの魅力についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、1番をお選びいただいた方はハッピースリープピローというカードです。まずはタロットカードとルノルマンを使ってあなた自身が自分自身についてどう感じているのかっていうのを見ていこうと思います。はい、それでは見ていきます。ルノルマンはクローバーのカードです。日々の幸せとか小さなことを積み重ねていくっていうことで、あなたのその夢がすごくたくさん詰まってるなっていうのをこのカードたちから見ても感じます。やりたいことが今たくさんあるんですとか、夢が広がっていますっていうのが伝わってくる、すごくロマンチストな方だなというふうに思いました。これからもっと自分の魅力を開花させて自分の願いをつかみ取りたいんですっていうのが伝わってきますし、すごく自分のことを器用な自分っていう風に思ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。いろんなことやりたい、あれもやりたいしこれもやりたいし、一本に絞れないけど絞る必要ないんじゃないっていうようなちょっと自由な感じっていうのが入ってくるんですね。なんかこうでなければいけないっていうのは自分の中ではそれは違うんじゃないかなっていう風にご自身で思ってらっしゃってて、自分でも例えば本業と副業みたいな感じでこれとこれやりたいとか、なんか趣味を一つに絞るべきではないんじゃないとか、そうですね、あと心の余裕っていうのはやっぱり必要だよねってことをご自身でも思ってらっしゃるから、自分の心の在り方だったりとか自分の価値観っていうのはしっかりと持ってらっしゃる方っていうのは自覚されてるんじゃないかなと思うんですね。で、周りに対しても自分の魅力っていうのをたくさん伝えていきたいっていうのを意欲っていうのを感じるんですよ。もっと認めてほしいなとか、褒めてもらいたいとか、褒めてもらえるとすごく嬉しいとかね、自己肯定感が上がるっていうのもあるし、時には周りと葛藤することもあるんだけど、でもそういう摩擦とかもそのお互いのそれぞれ違う価値観を持ってるから、あ、そういうふうに思ってるんだねっていうふうに私は受け止められるしっていうふうに思ってらっしゃると思うんですよね。考え方は人それぞれあって、それが当たり前だよねっていうふうに思ってると思います。かなりこの柔軟性を持っていたりとか、遊び心を持っていたりとか、そしてたくさんの願いを持っているのでロマンチストな方だなっていうのを感じます。毎日毎日を大切にしている、なんか継続してやってらっしゃることがあるように感じます。例えば日々頑張って自炊していますとか、ボディメイクしていますだったり、自分磨きしていますっていう風に感じる、何かを毎日取り組んでいるっていう風に感じるんですね。お肌のお手入れだったりとか、なんか美容に関わることなんじゃないかなと思うし、またはその推し活みたいな感じで自分の心の潤うことを毎日やってらっしゃるような気がします。好きな人に毎日会うとか、好きな人のことを遠くから見つめているとか、そういうのも感じるので、心のときめきを毎日積み重ねている方っていうのが、感じますね。そして周りの人がまだ見ない私の魅力を見てほしいっていうのを感じるので、振り向かせたい人がいるとか、あとは自分の魅力をもっと知ってほしいとか、もっと伝えていきたいんだっていう、そういう気持ち、周りに訴えかけたいっていうのが入ってきていますね。待ってって、あと私は私って私のペースで歩んでいくっていうのも入ってきますし、その一方で誰かを追いかけているっていうのが入ってくるので、憧れている人だったりとか目標にしている人、あとは推しの存在がいらっしゃるのかなとも思いますね。何かその憧れの方を追いかけているからとか、追い求めているから、理想を追いかけているから自分が自分らしくいられるっていうのも同時に入ってきます。
その推しの方だったりとか、自分が心ときめく存在、物事っていうのがあなたにとっては今すごく大事っていうのが入ってきますから、それはそのまま持ち続けてもいいのではないかなというふうに思います。あなた自身が思うあなたの魅力とか、自分のことをどう今考えてるのかなっていうところで出していったこの4枚です。悩みやすい自分もいいんじゃないって、割とこの自分のことを受け止めていられているのかなっていうふうに思いますね。なんか悩むこともあるし、元気ないこともあるし、逆にめっちゃ元気ある時もあるって、そういう自分が好きとか自分のことを割と肯定的に見てらっしゃるなっていうのを感じますね。なんか周りとズレがあっても、そういう時もあるよねっていうふうに思ってらっしゃるような、どこかこういい意味で割り切ってらっしゃるような感じもしました。はい、ではもう少し見ていきましょう。じゃあ周りはあなたのことをどう感じているのかなっていうことで、周りが感じるあなたの魅力について見ていきます。それはこちらのカードからもらっていっていますので、もう一気に見ていきましょう。今回もラッキーナンバーとラッキーカラー出しています。1番さん、ピンク強めに入ってきていました。ピンクラッキーカラーです。ラッキーナンバーは8です。8のつく日、8のつく時間を参考にしてください。ラッキーなことが起きるかも。あと睡眠時間を8時間取るっていう目標を立てるのがいいと思います。ラッキーカラーピンク、花が咲き誇り、幸福という実がなる。なので自分の目標、夢が一つ叶うとか、これに決めたみたいな一つね、こうきらめきを手に取ることができるんじゃないかっていうことも言われています。そしてあり方に現れる美意識、そう美しい方、美を意識されてるなっていうのを感じたので、日々毎日積み重ねて自分を磨いていたりとか、心を磨くのか体を磨くのか、そのイコール自分の美しさにつながっているようなことをされてるんだと思います。グラティチュード、感謝のカードです。そしてこちらはポジティブな言葉を発しているっていうカードですね。あなたの口から表現される言葉っていうのは前向きなものであると、それがあなたをより一層周りの人から評価を集めているんですよっていうことが言われています。はい、あなたは静かな美しさと優しさで周りをふんわりと包み込む人です。あなたの魅力は朝の光のようにそっと周りを照らしています。柔らかいその光はふとした瞬間に目を引く品のある美しさを持っています。そして周りを引きつけているんですね。このカードから外見についての魅力も現れてきました。あなたの外見には生活感と柔らかさが自然と現れています。髪型や服装、小物の選び方までどこか丁寧さが感じられるのです。例えば手元にあるハンカチの柄がさりげなく可愛かったり、アクセサリーにほのかな上品さを感じたり、ご自身ではあまり意識していないかもしれませんが、周りは綺麗にしている人だなとか、ちゃんと美意識を持っている人なんだなと気がついています。特にこのピンク色っていうのが今のあなたの魅力をより引き出してくれる色です。優しさや親しみやすさがより強く伝わっていくので、ぜひ小さなところからこのピンク色を取り入れてみてください。割と取り入れやすいですよね。ネイルのカラーにしたりとか、小物に取り入れたりとか、男性でもピンク色っていうのが今取り入れやすい時代ですから、シャツの色に取り入れてみるとか、少しこの白とピンクの境目ぐらいの色をね取り入れてみたりとかしても清潔感アップにつながっていいんじゃないかなと思いますし、今の季節春ですからピンク、春色のカラーとして取り入れやすいかなと思います。そしてあとは周りの人が感じるあなたの性格についてです。あなたの性格にはやはりここも柔らかい強さが周りの人から感じられているようです。人と接するとき、穏やかな声で話しながら相手の言葉を最後まできちんと聞く、そんな姿勢に周りの人は安心感を覚えています。穏やかな雰囲気を持ちながらも必要な時にはすっと前に出て物事を動かせる行動力も持っています。そのギャップに魅力を感じている人も多いでしょう。また感謝の気持ちをとても大切にしているところもあなたの素敵な特徴です。
ありがとう、助かりましたといった言葉をあなたは素直に心を込めて伝えることができます。これは一見簡単なように感じるかもしれません。でも誰にでもできることではないのです。素直にありがとうとなかなか言えない人も実はいるんですよ。あなたはそれができる。その姿は日だまりのように温かくって、あなたと一緒にいると周りの人は自然と心が柔らかくなるでしょう。この素直にありがとうって表現できることってあなたにとっては簡単かもしれないけど、意外と難しいと思う人も中には多くいらっしゃるんです。そして心の在り方ですよね。あなたの内面には美しいものに対する感受性が豊かに育っています。花が咲いてるのを見て少し立ち止まったり、綺麗な音楽や言葉に触れてそっと心を動かす、そういった美しさを受け取る力があなたにはしっかりと根付いています。そしてそれらを日常の中に取り入れて自分なりの美意識を表現しているあなた。暮らしの中で丁寧にお茶を入れる時間や気に入ったお花を一輪お部屋に飾るような心のゆとりがあなたの佇まいをより優雅なものにしています。余裕のある遊び心とか品のある美しさっていうのが入ってきます。そしてラッキーナンバーの8というのは、この数は今物事がスムーズに動いていく時期に入っているサインです。考えすぎず直感に従って行動してみましょう。小さな一歩が大きな前進につながっていきます。はい。そしてこちらの、タロットカードも見ていきましょう。エンペラーのカードですね。あなたの生活がより豊かに、もっともっと豊かになっていくよっていう風に言われていて、豊かさが返ってくる。あなたが自分にもっと自信を持てるような、そんな機会が訪れる。なんか今の自分これでいいのかなっていう風に時々思うこともあるかもしれないし、周りと自分との差っていうのを考える時もあるんだけど、でもね、それでもあなたは自分に自信を持って自分らしくいられているから、そのままのあなたで大丈夫ですよっていう風に言われています。そうやって自分のペースを守っていきながら、優しく柔らかく過ごしていることによって、あなたにとって周りからの評価だったりとか、あなたが手にするもの、大切なものってたくさんあって、そのたくさんを引き寄せることができますから、だからこそ自分らしくいてくださいって、そういうメッセージがありました。あなたの心の在り方が美しいっていうことが言われています。そしてその心の美しさが言葉に表れている。言葉遣いだったりとか、優しい言い方をされるんじゃないかなと思うんですよね。あまり乱暴な言葉は使わないとか、人の悪口は言わないようにしようっていうふうに決めているのかもしれません。その心の在り方がすごく美しいっていうふうに言われています。ちょっとミドルマンカードで1枚アドバイスカードをもらっていこうと思います。新しく何かを始めるにも新しいスタートを始めるのにもぴったりなタイミングなので、今これをやってみたいなとか、いろんな選択肢があると思うんですよ。こういうことやってみたいって、その中から一つでもいいから一歩踏み出してみたら、そこで自分の中の人生が新しくスタートし始めていくっていうのが言われているので、楽しそうだなとか面白そうだなと思うものを一つ手に取ってみましょう。それは何でもいいですよ。新しい新作のコスメでもいいし、食器とか美しいなと思うアートでもいいし、習ってみたいなと思っていたこととかでもいいんです。やってみたい、触れてみたいと思うことを触れてみましょうっていうのが出てきています。アドバイスカードは棺のカードです。なんかこう蓋をしているものがありますね。実は閉ざしていたもの、自分の中では柔軟にやっているんだっていうふうに思っているんだけど、心の中っていうのはやっぱりこの扉っていうのがあって、でそれを開けるとさらに美しい景色が広がっているから、ぜひその扉を開いてみて。扉っていうのは別にあなたが無理して何かを止めているわけではないと思うんですよ。例えばたくさんあって、どれから始めていけばいいのかなってちょっと思っていたりとか、あれもこれも美しくて綺麗で楽しそうでとか、推しが何人もいるとかね、そんな状態だと思うんです。楽しいことがいっぱいあるっていう感じなので、楽しいことを順番優劣つけなくていいから、とりあえず一つ一つ丁寧に箱を開けていくような形で、
その箱を開けるイコール自分を表現する、外に表現していくっていうことなので、推し活でもいいんですよ。推しが何人かいて、その優先順位をつけるわけじゃないんだけど、今日はこの推しについて語り合うとか、そういうコミュニティを開くでもいいし、その次の日は違う推しについてファンアートを描いてみるとか、そういうことでもいいと思うんです。その推しだけじゃなくて自分の楽しいことなので、今日は半身浴してみようとか、今日はストレッチして心をほぐそうとか、そういうことでもいいと思うんですよね。なんかこう自分の楽しみを一つ一つ楽しく開封していくこと、一つに絞らなくてもいいから、たくさんあってもいいから、もう全部欲張りにその日その日で楽しんでいってもいいよっていう、そういうメッセージが入ってきています。逆にこう開けていった方が自分の心が開かれていくので、より一層開かれていくから、なんかそれがあなたの表現力をさらに豊かにするっていう風に入ってきています。いいですね。新しいスタートをするとより自信につながっていく。毎日を大事にしているあなただからこそですよっていうのも言われていましたね。なんか一つ一つのあなたの声かけが周りの人を温かくしているんだっていう風に感じてください。はい、そして外見ですけど、あなたの後ろからあなたを見つめている人が何人かいらっしゃるみたいです。同性かもしれない、憧れの眼差しで見ていますとか、異性でもいいなっていうふうに思ってあなたを遠くから見ているっていうのが感じます。面と向かってあまり話をしない、話をしている関係性でもちょっと離れたところからあなたをいつも目線で追っているよって、そういうイメージで伝わってくるので、話をしたことある間柄の中でっていうのが入ってきますね。もしかしたらネット上のつながりかもしれません。実際に顔を合わせたことがないけど毎日ネットでやり取りしている、そんな誰かがあなたに視線を送っている、注目しているっていうのが入ってきていました。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。これはあなたの魅力をもっと開花させるメッセージです。ハッピースリープピロー、幸せの眠りの枕です。あなたの輝きは心と体の安定から生まれます。質の良い睡眠はあなたの美しさと才能を最大限に引き出す魔法の鍵です。ラベンダーの香りに包まれて心地よい夢の世界へ。あなたの魅力は休息の中でさらに磨かれて、朝目覚めるたびにフレッシュで魅力的なエネルギーが満ちていくでしょう。あなたの心は休むこと、眠ることでさらに輝きを増します。ゆったりとした眠りで幸せな夢をたくさん見ましょう。こうやってラベンダーが描かれているので、ラベンダーのアロマを使うこともおすすめです。また枕を新調したりとかして質の良い眠りっていうのを心がけてみてください。そしてあなたのありがとうは小さな奇跡です。何気ない日常の中でその言葉を受け取った人は気がつかないうちに癒されています。その優しさをどうかご自身にも向けてください。今日のあなたに本当によくやってるね、素敵だよと言ってください。心から伝えましょう。そうすることであなたの魅力はもっと自然にもっと豊かに広がっていくでしょう。なんか広がりを見せるっていうのがイメージとして入ってきました。こちらもお受け取りください。はい、では今回は周囲が感じるあなたの魅力についてお伝えしていきました。ますます魅力開花につながるようなそんなアクションも教えてきてくれていたので、ぜひ取り入れてみてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは周囲が感じるあなたの魅力についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。2番をお選びいただいた方はこちらフライングブルーム、空飛ぶほうきです。ではまずはタロットカードを使ってあなた自身が今ご自身のことをどう感じているのかっていうのを見ていこうと思います。
はい、それでは見ていきます。今回2番さんは、ルノルマンで補足結構たくさん出しています。ですが、淑女のカードやクローバーのカードが出ているので、あなた自身がその思っているよりもあなたってすっごく素敵よっていうのが入ってきてるんですね。そうですね、心の奥底では自己肯定感が低いとか、自分じゃダメなのかなとか、周りと比較していたりとかするところがあるかもしれないんですが、あなたはそのままですごく美しくって素敵だから、周りと比べる必要なんかないよっていう風に出てきています。あなたはとっても優しい。例えばその周りは周りで素敵な人がいると思うんですよ。だけどその人と一緒じゃなくていいって、あなたはあなたの光があって、周りの人のそのいいなと思ってる人はその人の光っていうのがあって、その光の色が違う、オーラの色が違うから、例えばその他の人がピンクの光を放っていたとして、あなたは黄色で、ピンクがいいなってあなたは思ってるんだけど、黄色はすごく素敵なんだよっていう風に入ってきてるんですね。今例えで色の話をしたんですけど、あなたが黄色って確定してるわけではないんですが、例えの話なんですけどね、その中でこっちの方がいいなってあなたは思ってるかもしれないけど、実際にはそのどっちがいいっていうことではなくて、ピンクはピンク、黄色は黄色、他は他、あなたはあなたで、それぞれの光があるから、自分の光を信じてあげてっていうのが出てきてるんですね。なんか自分に何か課しているような気がするんです。そんなに背負わなくっても、もっと気軽にやるとより自分の魅力を発揮しやすいんだけど、なんか自分に自信がないとか、自己肯定感が低いとか、周りと比べてしまったりとかする、このすれ違った人を見て、あの人スタイルいいなって思ってしまったりとか、あれなんか自分は頑張ってるんだけど、なんかあの人みたいになれないんだよなっていうふうにどこか思ってしまうところがあったりするのかなと思ったんですね。でもそんなに自分で思ってるほど、周りの人から見たあなたっていうのは、あなたが思ってるほどそんなに低く見られてないよっていう風に出てきています。だからより一層自分に自信を持つためにも、今ここで自己肯定感アップしていこうっていう風に出てきています。そうですね、そのあなたの自分自身で思っているところって、やっぱり私の持ち味って優しさなんじゃないかなっていうふうに思ってるのかなと思いますし、それはそれで間違っていないです。その通りっていうふうに出てきています。コミュニケーション能力だったり、人に気遣いする力ですよね。その寄り添う心だったりとか、共感する力とか、また話が面白いっていうのもあるかもしれません。頭の回転が速くてユニークっていうところもあると思う。で、そのあなたが憧れている周りの人っていうのが、自分とは全く違うタイプの人っていうのが入ってくるんですね。例えばあなたが自分の売りは優しさと、協調性ですだとしたら、情熱的でセクシーな人に憧れるとか、自分とは全く違うタイプの人と自分を比べてしまうのかもしれないけど、なんかあなたもあなたで十分に美しいんですよっていう風に入ってきています。自分で低く見積もりすぎとか、低くしているだけっていう風に入ってきていますね。わかりやすく言うと、芸能界の方でもいろんなタイプの方が、美しい方々がいらっしゃいますよね。なんかモデルさんのようなスタイルの良い方もいれば、このサバサバしてクールでかっこいいっていう方もいるし、同じモデルさんとしても味が違ったりとか、女優さんとか俳優さんでも顔立ちが違うのもそうだけど、演じ方が違ったりとか、アプローチの仕方が違う、だけどみんなそれぞれ輝いていますよね。アーティストさんでも同じです。いろんな作品出している方いるけど、それぞれ味があるから、なんか自分と全く違う味の違うジャンルの人を見ては、なんか自分って違うんだよな、自分自身が違うんだよなっていう風に、そんな風に思わなくてもいいよっていう風に入ってきていました。なんかあなたが思うよりもとっても魅力が詰まっているよっていう風に言われています。なので自分に自信が持てないとかっていうところもあるのかなと思いました。このワンドの点を見ていると、たくさん抱えていて、もうちょっとシンプルに物事考えていくと、よりなんか自分の頭の中すっきりして、なんかシンプルになんか自分っていうものを持てるんじゃないかなっていうのも入ってきています。毎日毎日とか小さなことを大切にしているから、
すごくあなたが繊細な方なのかなっていうのも入ってきます。分け隔てなく周りと接することができますよね。そこがあなたの魅力なんですね。大丈夫って声をかけたりとか、あと周りの人と接する時って、これはその自分の心の中では自分ってダメなんじゃないかなっていう風に抱えてしまうんだけど、これ見せないですよね。周りの人に対しては逆に自分が周りの人に勇気づける言葉を出したりとか支えたりとかする側で、あまり弱音とか見せないんじゃないかな。内面のあなたはすごく自信がないっていう風に出てくるんですけど、表向きのあなたっていうのはどちらかというと相談役とか悩みを打ち明けてもらう側、自分も話を聞いてもらいたい、だけど話聞いて支える側、サポートする側っていう風に入ってきます。悩んでる人の話を聞くっていうのが入ってきますね。でもそれはあなたの心がそうしたいと思ってやってることだから、無理をしているわけではないんですね。ただ本当の奥底を見ていくと、自分に自信がないっていうのが入ってくるかなと思いました。でもそんなことないですよ。はい、ということでこちら見ていきましょう。こちらはあなた自身が思う自分自身の魅力とかあなたについてだったんです。こちらは周りの方々が感じるあなたの魅力について出しています。見ていきましょう。まずラッキーナンバーは12番です。あなたが思っているのと違う味で魅力として周りの人が感じていると思います。私ってこういうところが自分の強みだと思っているところとは違うところです。でしかもあなたが街中を歩いていて、私もああいう人みたいになりたいと思っている人みたいな感じで周りの人があなたのことを思ってくれてます。だから自分じゃまだまだ足りないなと思ってるところを周りの人は十分魅力的っていうふうに思ってます。少し言語化しづらいですね。わかりやすく言うと、私はクールビューティーでそれが自分の強みだと思っています。で、自分には色気がないと思ってるんですよねって、そこがすごく悩みなんだよなと思ってるんだけど、周りの人ってあなたの色気っていうのをすごく感じてるよみたいな感じで、あなたが足りないと思ってるんだけど実はそうじゃないんだよっていうふうに周りの人が感じてくださってるんですね。ということで見ていきましょう。ラッキーカラーはバイオレット、スミレ色です。寛容で器が大きい、そして思いを言葉にして現実を作り出すというカードと、こちらですね、優しさですね。周りとのつながりとか、そしてこれは瞑想のカードです。心の灯火をきちんと灯してねって、あなたはあなたの輝きがちゃんとあるので、その自分の火を絶やさずにてって、その火の形で表すと分かりやすいかもしれません。ボーボーと燃えるような、キャンプファイヤーのような派手で豪華ですごいと思うような火じゃなくてもいいって、あなたはあなたの穏やかな光があるから、このキャンドルの光のように自分らしさの光っていうところを忘れないでって、そういうメッセージだと思います。周りの方が感じるあなたの魅力っていうのは、凛とした優しさと静かなるカリスマ性を持つ人です。あなたの魅力は深い森の中にある一本の大きな木のようです。静かで落ち着いていて、でもなぜか人がそばに来たくなるような、そんな存在感があなたにはあります。あなたの外見には落ち着きと洗練が現れていて、どこか印象に残る雰囲気を持っています。特にこのすみれ色、この色のような深みのあるカラーがあなたの存在感をもっと引き出してくれます。この色を取り入れることで、より一層あなたの知的な美しさと精神的な深さが引き立ちます。姿勢や目線、立ち振る舞いに凛とした芯の強さが感じられて、周囲の人はこの人はどこか頼れるなぁと自然とあなたに引き寄せられています。あなたは心に強い意志と情熱を持っています。それを穏やかに表現できる方なんですね。ぐいぐいと前に出るのではなくて、控えめに、そして必要な時に的確に言葉を選んで場の空気を整えることができます。そっと優しく舵を取っているあなたの存在に多くの人が美しさを感じていて、そして周りの人はあなたのその舵取りに助けられています。そしてあなたの優しさはとても深くて広いものです。
誰かを思いやるとき、そこに見返りや期待はあなたは求めていません。純粋にこの人にとって今何が一番大切かというのをあなたは感じ取って、そっと相手に手を差し伸べることができる人です。優しくもあって心の強さも感じる。そんなあなたと接することで、人は自分ももっと自分らしくあってもいいんだというふうに思えるんです。そう、あなたが自然と振る舞っているだけで、周りの人は自分らしくいてもいいんだっていうふうに思える。あなたと同じことを思ってるんですよね。あなたはそういうふうに周りの人に大丈夫だよ、安心してもいいんだよっていうふうに言葉をかけられるんだけど、いざ実際自分の心の中を見つめてみると、結構抱えてますねっていうのが出てくるんですね。自分が周りの人にかけている言葉を自分にもかけてあげると本当はいいんですけど、実際自分にかけるとそれが受け入れられないとか、そういうところもあるんじゃないかなとも思います。ただそのあなたの心ってすごく美しくって、自分の心をとても大切にしている証拠だとも思うんですよね。忙しい時間の中でもふと立ち止まって自分の心と対話することができる。その穏やかさと美しさ、深さというのは簡単に身につくものではありません。確かに揺らぐ時もあります。でも本当のあなたっていうのはいつも自分の心と対面してるんですよね。自分の心を見つめて、自分って疲れてないかなとか、自分のことをすごくよく見てるんです。で、自分今元気かなとか、だから周りのことを気にするっていうところが入ってくるんです。周りと比べてしまう、自分がうまくできていないんじゃないかとか、悪いところもいいところも自分のことになると目につきやすいんです。なので時々一人の時間をとって静かに呼吸を整える。それがあなたにとって心のオーラを磨くような大切な時間になっていると思います。このように一人の時間を作るようにしてるんじゃないかなと思うんです。じっと自分の時間をとって自分で深く自分の中を潜っていって、自分はどうしたいのかなとか、いやこういうところ気になってるんだよなとか、こういうところいいと思ってる、こうしたいと思ってるとか、いろんなことを考えてる、一人で考える時間を持ってるんじゃないかなと思うんですね。でもそれがあなたの心をより磨くことにつながってる時間なんです。目には見えない部分、エネルギー、そのよどみをクリアにする感覚をあなたは自然と理解しているのだと思います。それは急に誰かにやってみてって言われてもすぐにはできないことなんですよね。あなたがたとえ悩んだ時でも自分の気持ちを大事にして心と向き合うことを続けてきたからこそ、あなたが自然と出ている、自然とできている、そして心地よいと思っていることなんです。この自分と見つめて自分と会話して悪いところもいいところも探し出すっていうこのことが、すぐにね誰かやってみてよっていうふうに言われてもみんながみんなできるわけじゃないんだよっていうことですね。でもあなたはいつもずっと続けて自分のことを見続けてきたから、今のあなたは自然とできている。でもそれが簡単にできることではないんだよっていうことを知ってくださいっていうカードからのメッセージ。そしてラッキーナンバーのこの12というのは、成熟した感性と新しいステージへの準備が整っていることを示しています。今のあなたは人としての器の大きさや魅力がより深まって、自然と周りに影響を与えていく時期に入っています。誰かのために動くことができる。それがあなたの素晴らしい魅力です。そして同じようにご自身の心と体にも愛情とエネルギーを注ぐことができるんです。その明るさがあなたの未来をもっと輝かせるので、もっともっと自分自身に深く愛情を注いでいってください。はい、それではこちら補足で出したタロットとオラクル、ルノルマン見ていきましょう。ハートのカードとカップのページのカードですね。自分自身のためにさあ動き出しましょうって、今あなたの中に必要なものなんですか？あなたの生活、生き方、あり方の中に必要なときめきは何でしょうか？心から喜ぶもの、ハートなので、自分の心が感動すること、心が揺れること、揺れるっていうのは良い意味で、良い方向に作用すること、そのときめきを大切にしてときめきを集めて、そして呼吸とともに飲み込む、自分の体に染み込ませてっていう風に出ています。もっと軽やかでいていいんだよっていう風に言われていますね。自分の気持ちに正直になって心を豊かにする。あなたの心は宇宙だから、宇宙は無限大だよ。
その心の中で一つ一つ自分のときめきを生み出していってねっていう、そういうメッセージも入っています。すごく素敵なカードですね。自分に自信持って、あなたはすごく優しい人ですね。みんなの話を聞くし、そしていつの間にかあなたに頼る人がたくさん増えてると思いますし、はい、ということでこちらのお選びいただいたオラキュルカードからもメッセージをもらっていきましょう。このカードはあなたの魅力をもっと開花させるメッセージです。これは空飛ぶほうき。ほうきは悪いものを払い清めたり、新しい始まりへと飛び立っていく象徴です。あなたは過去のミスや不要なものを軽やかに手放せる力を持っています。ほうきで吐き清めるように心をクリアにすることで、新しい自分に出会うチャンスを得られるでしょう。心の重荷をそっと塩と一緒に吐き出す。手放すことを行えばもっと自由になれます。浄化のカードですね。ほうきっていうのは不要なものをほうきで吐き出すかのように浄化していってください。あなたの魅力は軽やかに舞い上がっていき、周りを引き込むほどの素晴らしいエネルギーを生み出します。自分を責めすぎない、そしてそのあなたの一歩一歩がもっと素敵な未来へとつながっていきます。自由に自分の心を解放していきましょう。そんなメッセージです。心に積み上がっている不要なものを今一掃するタイミングです。ということで2番さん、浄化のワークが吉という風に出ました。ラッキーカラーのすみれ色もぜひ取り入れてみてください。あなたの主役の番がやってきています。あなたの内にある静かな強さは言葉にしなくても周りの人に伝わっています。何かを成し遂げることも大切ですが、あなたがそこにいるだけで誰かの支えになっているということをどうか忘れないでください。疲れた時はすみれ色の空を見上げてみましょう。その深くて優しい色はあなた自身の中にある静かな愛を思い出させてくれるでしょう。あなたはあなたのままですでにとても素晴らしい存在です。どうか自分に自信を持ってこれからも歩んでいけますように。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは周囲の方が感じるあなたの魅力についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。3番をお選びいただいた方、ウィッシングツリーということで、願いの木ですね。このカードです。では今回は最初にあなたがまずご自身のことをどう感じているのかっていうのをタロットカードで出していきます。はい、見ていきます。ちょっと3番さん深く掘り下げて、もっともっとね深く掘り下げてみていきたいなと思いました。理想と現実のギャップを感じていたりとか、孤独感っていうところが入ってきます。寂しさとか、周りとなかなか打ち解けられないだったり、なんか一人の方がいいんじゃないかなとか、その深く人と関わっていくことに対しての恐怖心を感じていたり、もう傷つきたくないとかっていうのも感じますし、なんかそのお仕事としてとか生活上のお付き合いだけでいいんじゃないかなだったりとか、逆に家族とだけ仲良かったらいいんじゃないかっていうふうに考えていたりとかもするんですけど、だけど心の奥底っていうのはなんかね、このギャップっていうのをご自身でも感じてらっしゃるみたいなんですよね。その仕事としての自分というか、社会
の中での自分、社会の中ではこう立ち振る舞うべきとか、例えば母親としてとか、先生としてとか、今の役職としてとか、その何かしらの立ち位置っていうところをかなり強く意識されている。だからその自分らしさをうまく表しきれていなかったりとか、責任から来る何かっていうのを感じるんですよね。で、本当はもっと自分らしくいたいし、誰かと分かち合うようなそんな世界っていうのを作っていきたい、望むんだけど、過去のこともあるのかもしれないんですが、傷つけられたくないとか、過去に傷つけられたことがある、傷つけ合った恋愛関係かもしれません、人間関係かもしれないんですが、対人関係で傷ついたことがあるから、もうこれ以上自分の心を傷つけたくないし、人と絡み合いたくないっていうところもあるかもしれない。なんか一人でいた方が楽なんじゃないかとかっていうのも感じますし、心の奥底っていうのも見ていっても、このパートナーシップを表す犬のカードだったり教皇のカードが出てるので、なんか人として振る舞って博愛的に人を愛することはできるんだけど、誰か一人を愛することが怖いとか、人を信用したり信頼関係を構築していくのが自分の中ではちょっと苦しいなっていう風に感じる厳しさとか痛みっていうソードの点だったり、ペンタクル5番っていうのが出てるので、自分自身に対して信用ならない、自分が信じられないとか、自分の魅力って全然ないんじゃないっていう風に感じちゃったりとかしてるようなところもある。それはつい最近の経験がそうさせているのかもしれません。かなり険しい山道を自分は歩んできたんだ、モヤモヤもする、周りに対して葛藤する気持ちも感じているし、苛立っていたりとか、どうして周りの人は自分のことを見てくれないんだろうって、そういう気持ちも芽生えているよっていうのが入ってきていて、自分らしくありたいのに、自分らしく振る舞いたいのに、そうならないのはなんでなんだろうとか、なんかこう孤立しちゃったり壁を作っているような気がするんですね。それは特定の相手に対してかもしれないし、もう人っていうものに対してそう感じているのかもしれない。自分だけの世界にいた方が安全なんじゃないかとか、気が楽なんじゃないかとかね、そういうところを感じているような気がして、周りが感じるあなたの魅力っていうテーマで今回見てるんですが、周りをいまいち信用しきれないっていうところがちょっと見えているかなと思います。でもそれはもともと持っているところではなくて、つい最近の経験が自分をそうさせている、あなたをそうさせているんじゃないかなって思うんですね。で、本当のあなたの魅力っていうのは多分今ご自身で感じづらいんじゃないかなと思います。そして周りにも届きづらいような感じ。本当は1対1で誰かと向き合って深い絆を紡げる人なんです、あなたは。ただ周りの状況がなんかそのモヤモヤを残してるなっていう感じがしますね。あとは自分に対して結構厳しかったりもするのかなと思います。理想が高い、こうじゃなきゃいけない、こんな自分じゃなきゃいけないっていうのを強く感じすぎてしまってるのかもしれません。また〇〇としてとか、何々としてうまく振る舞わなければとか、そういう責任感っていうのが強く感じますね。周りから求められていることに対してうまく答えられないとか、蛇のカードなのでネガティブに捉えすぎてしまっているんですね。何もかも全部嫌になってしまって自暴自棄になっているような今の現状だったりとか、うまくいかないっていうのが入ってくるんです。望みはあれど現実叶ってないよねっていうところで、それを強く今感じてるんじゃないかな。特に誰かとのパートナーシップにおいてっていうことを感じます。なんか恋のライバルがいるとか、嫉妬っていう蛇のカードも入ってくるので、あの人に負けてるんじゃないかとか、恋のライバルに対して何かこう嫉妬する気持ちが芽生えていたりとか、モヤモヤっていうのも入ってきてますから、恋愛事だけではなくて対人に対してってことで考えてることがあるんじゃないかなと思います。そして自分自身の心をシャットアウトしてしまっていて、周りにこう自分の魅力っていうのを出せていないような感じがしました。また出そうと思って頑張っていてもうまく届かないように感じるっていうふうに、あなたがそう思っているようにも思います。
では実際あなたの本来の魅力っていうのは何なのかっていうのを見ていきましょう。なぜうまく出せていないのか、そのあたりの原因っていうのも出していこうと思います。それがこちらのカードですね。カップの3番です。カップの3番はお祝いとか祝福とかお友達と喜びを分かち合うっていうところなんですが、なので友達関係において破滅したことがあるとかね、関係にひびが入ったことがある、三角関係になったとか、恋人と自分の友達が自分のことを裏切ったかのように感じるような出来事があったとかかもしれません。恋人と友達じゃなくて友達同士の中で自分だけはぶられたとか仲間外れにされたとか、そういう感覚を前に感じたような方、痛みをすごく感じたっていう方もいるかもしれませんね。やはり人間関係、喜びを分かち合うっていうところのキーワードにおいて自分だけ置いていかれたような感じがするとか、モヤモヤとか、そうですね、嫉妬とか、そういうところが入ってきます。絡みついてきますね。そうですね、求めているんだけどうまくいかない信頼関係っていうところだと思います。もう少し深く見ていきましょう。まずラッキーナンバーは8番です。そしてラッキーカラーはディープグリーン、深緑、バランスが取れ反映する、そして繊細さという感情豊かな魅力、繊細さゆえにってところもあるかもしれません。クレンジング、心を身を清める、お清めのカードです。自分自身を清めてください。そしてこれは宇宙を手にしている、自分の手の中に宇宙があるっていうカードなんですね。このカード、自分の新しい可能性を作り出す、生み出していくっていうメッセージのあるカードです。自分の手の中にある可能性を信じてまずやってみましょう。一つ一つ丁寧に浄化のワークを行ってみてください。まずクレンジングのカードも入っていますから、身を清めること、分かりやすいアクションとしては入浴したりとか、そうですね、身を清める、お水を飲んで水の浄化の力をもらうとか、日の光を浴びるだったりとか、実際に行動できること、運動すること、歩く、散歩するとかですね、運を動かすこと、清めること、あとはですね、ちょっとお酒を断ってみたりとか、そして手洗いをよくすることだったりとかですね、しばらくの間ノーメイクで過ごしてみるとか、なるべく自然体でいられるようにする時間を作るっていうのもいいかもしれません。もともと持っているあなたの本来の魅力っていうのは、穏やかな強さと感性で道を切り開いていく方なんです。本来のあなたというのは今壁にぶち当たっているような感じがします。特に信頼関係において自分が心から笑えていないような現状っていうのを感じます。ただ本来持っているあなたの魅力っていうのは、本当は道を切り開いて可能性を手にすることができる方なんだよっていうことですね。そうですね、周りの方々が感じるあなたの外見っていうところからお話をしていこうと思います。あなたの外見には柔らかくて清らかな雰囲気があります。空気が澄み渡ったような、自然を思わせるようなナチュラル感や、この深緑の色がとてもよく似合う方でしょう。あなたは森の中に佇む木々のように安心感を与える存在です。周りの人たちはあなたといるととっても心が落ち着いて癒されています。あえて飾りすぎずに自然体でいるあなたの姿や笑顔に、多くの人が素直で美しいなと感じていると思います。優しさがにじみ出るような笑顔や言葉を選ぶ丁寧さもあなたの魅力の一つです。本当のあなたの性格、あなたの心っていうのはいつも繊細で感受性に満ちています。小さな変化に気がついて、人の気持ちを丁寧に受け取ることができる方なんです。ですが、時にその繊細さゆえに傷つきやすさを感じてしまうこともあるかもしれません。それは他人の痛みを自分のことのように感じられる優しさの証だからです。ワンドの5、いろんな意見がある。これは自分の周りを取り囲む
環境のことかもしれないし、いろんな人がいろんなこと自分に言ってくるように感じるとか、揉めているっていう方もいるでしょうし、または自分自身の中の葛藤かもしれません。自分の中にいろんな自分がいて、いろんな感情があって、悲しみとか怒りとか喜びとか楽しみとか、いろんな感情があって、ああでもないこうでもないって自分の中で葛藤するんですよね。議論を続けるんです。それで今疲れちゃってるような状態なのかなと思います。怒りの感情が高まったり、悲しみの感情が高くなったり、大きく揺れ動いているような状態ですね。普段だったら落ち着いているあなたでも、今の現状はやっぱり落ち着いていない、変化に対応しきれていないっていうのが出てきています。心が穏やかではないなと思います。それはもともと持っているあなたではないあなたっていうのが今出てきているかなと思うんですね。多分周りの人に優しさがあるがゆえに振り回されてしまったりとか、繊細さゆえに感じ取りやすくなってしまっているのかもしれないです。ただあなたの心は軽やかさを今求めています。そしてその軽やかさを求めて整い始めているんです。過去の思い出や抱えすぎていたものを少しずつ手放しながら、本当に必要なものだけを丁寧に選び直していく、そんな心の整理を今進めている段階です。そしてあなたの心はその後に訪れる新しい世界に向けて開かれています。その過程で大きく強くなっているというのは、自分自身を信じる力です。周囲の人もそのあなたのしなやかな変化を感じ取って勇気をもらっているでしょう。今育まれているのは自分自身が強くなる力、自分を信じる力です。それが今育っています。あなたの決断や生き方は変わることを恐れなくてもいいということを自分自身に対して教えてくれています。あなたは今学び強くなる最中、一緒に新しい道を歩んでいけるような優しくて力強い影響力をあなたは持っていますし、そのパートナーがこれから見つかります。ですので今一度自分自身をクリーニング、清らかにして自分の可能性を信じてみてください。もう一度信じてみようって。それは信頼できる、過去に信頼していた相手かもしれないし、今信頼したい人かもしれないし、自分自身かもしれません。何にあなたが葛藤しているのか、何を責めたいと思っている、または責められていると思っているのか、ここですね。何を対象としているのかです。自分自身なのか、周りなのか、そこに対してもう一度あなたが可能性にかけてみるチャンスがやってきています。もう一度信じてください。このモヤモヤをまずクリアにする作業を行っていくと、バランスが整っていくでしょう。そしてお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。そうですね、心を落ち着かせていくこと、足りないなと思っていることを少しずつ補っていく作業をやってみてください。信じられない、モヤモヤする、怒りで爆発しそうだ、そんな時にどうすればいいのか、こちらのカードからメッセージをもらっていきましょう。あなたの夢や願いは大きく広がっていき、確実に叶っていきます。これはあなたの夢を育む木です。リボンに込めた願いが風とともに広がっていくとき、あなたの魅力も願いもまた世界に羽ばたく力を得るでしょう。願いを込めた木はあなたが成長し続ける象徴です。どんな夢もあなたの手で素敵に育まれていきます。あなたの思いは確実に形になっていきますので、どうか信じる心を持ち続けていってください。そうすれば全ての願いはきっと届いていくでしょう。あなたの繊細な気持ちは世界を優しく彩るための贈り物です。その優しさに自信を持って周りと接していってください。繊細だからこそ傷つきやすい。だけどその繊細な気持ちも、それはあなたの世界を彩る一つのアートです。そして深い緑が広がる景色に身を委ねるように、ゆっくりと深呼吸をして整えてみましょう。手放すことは終わりではなくて、新しい始まりの合図です。あなたが歩んでいく道には、きっと心がほっとするような出会いや出来事が待っています。その一歩一歩をどうか自分のペースで大切に歩んでいってください。
このあなたという木、軸に願いのリボンをかけていってください。それはやがて一つずつ叶っていくんです。自分は今強く成長している最中だっていう風に感じてください。そして過去を手放すこと、過去の痛みを手放して自分自身がクリアになって新しいスタートを始めていくこと、これが今のあなたに必要なメッセージだと思いました。可能性はすごくたくさんここに眠っているんです。それを今外に出していく瞬間です。なんかすごく辛かったんだなっていう過去を抱えていたりとか、今の現状っていうのが見えているんですが、これから信頼できるパートナーと巡り合う可能性が高いし、また再びこうやって笑い合うような毎日が訪れると思います。今言ったこのクレンジングを中心とした浄化のワークを行ってみてください。周りの方々があなたに感じている印象や魅力っていうのは確かにありますから、どうか自分を否定せずにそのまま受け入れてください。今回は周囲が感じるあなたの魅力についてお伝えしていきました。3番さんはどうしてこうなったのかなとか、どうすればいいのかなっていうところまで深掘りしてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。周囲が感じるあなたの魅力についてお伝えしていきました。はい、ここまで撮影を終えてまず最初にお伝えしようと思っているのは音質の変化です。はい、撮影中に、撮影の私はスマートフォンで撮影をしているんですが、電源が切れておかしいぞと、いつも充電をしながら撮影をしているんですが、そのマイクとスマホの充電をつなぐ線の接続が悪かったみたいで、マイクに音が乗らずに、自分のこのスマートフォンから自分の声が音声録音されていて、音質が途中で変わったと思います。1番さんと2番さんの間で電源が切れまして、あれなんか電源切れてるなっていうふうに思って確認したら、充電の線がねうまくつながっていなくて、そのせいでマイクもつながっていなかったということで、2番さんから改めてマイク線をつなぎ直して、充電の線をつなぎ直して撮影したので、いきなり1番さんと2番さんから音質が変わったんじゃないかなと思います。大変申し訳ございませんでした。普段いつも確認するんですけど、音声チェックしてからスタートするんですが、その音声チェックするときに一度線を外さないと音声確認ができないんですね。多分その2回目の接続の時にうまく接続できなかったんじゃないかなと思うんです。それが原因だったんじゃないかなと思いました。時々こういう音声不良というか配線の不良が起きるので、もうちょっと改めて何回かチェックしなければなと思いましたね。はい、そして前回も配線の不良っていうのがあったので、前回の動画、前回はそのお仕事運についての動画だったんですが、そちらも音声不良っていうのがあったと思います。それも配線がミスだったんですが、また今回も同じような配線のミスっていうのが起きてしまったので、また何回か確認し直そうって、今度から新しいやり方で確認しようかなっていうふうに思っています。先にこういうことをお伝えしました。申し訳ございませんでした。今はその音声は取れているんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はこちらのコージーウィッチタロット、こちらからメッセージをもらっていこうと思います。とても可愛いタロットですよね。今回はあなたの魅力っていうところについてお伝えしていきました。まずは最初に自分自身が自分のことをどう思っているのかなっていうこととか、今現在抱えているお悩みあるかなっていうところを見ていった後に、周りの人が感じる魅力だったり、あなた本来の魅力っていうところをお伝えしていきました。で、今回出していく3択占いっていうのは、そうですね、今のあなたに必要なメッセージとして見ていきましょう。これからもう近々訪れることとしても捉えてもいいと思います。
選択肢とはまた別に左真ん中右と直感でお好きなもの1枚お選びください。前回も配線ミスによって音声不良が起きてしまったので、こちらのアフタートークでももう一度お礼を言わせてください。この度チャンネル登録者様1万名様を突破いたしました。直近の目標として掲げていたので、それが叶って達成できて嬉しい限りでございます。そして全て皆様の応援のおかげだと思っています。本当にありがとうございます。こうやって動画をずっと継続して投稿し続けるっていうのはかなりモチベーションが必要で、そのモチベーションをいつも維持させていただいたのは皆様のコメントや高評価だったりとか、皆様が視聴してくださるからなんですよね。そういうレスポンス反応があるからこそ自分のモチベーションにつながってずっと2年間動画を投稿することができました。本当にありがとうございます。で、そのチャンネル登録者数、前回も言いましたが、登録者数にこだわってるわけではないので、自分の目標っていうのはまた別のところにあって、その目標を今達成するために頑張っているんですけどね。で、それは自分の心の中に秘めておいて、いつか達成できるようにという願いを込めながら頑張っています。だけれども、その一つの節目として1万名様突破っていうことは一つの記念として記念配信を行いたいなと思っています。またライブ配信を5月3日に行いますので、もしお時間の合う方遊びに来てください。お待ちしています。はい、長くなりました。では3択占いの結果見ていきましょう。左をお選びいただいた方です。はい、ワンドのクイーンです。自分に自信を持ってあなたはすごく美しいよっていう風に言われています。もうダンスしちゃうぐらいポジティブに動いていってください。メイクアップしたりとかヘアチェンジしたり新しいお洋服を着て気分転換するのもいいでしょう。お部屋にお花を飾ったりとか友達とおしゃべりをしたりとか、あなたの心が楽しくなるようなことを続けてやってみましょう。すごくキラキラしている。これから間もなく訪れること、あなたの魅力がより開花する、より美しくなる。見た目だけじゃなくて中身も楽しいことが待っています。友達に囲まれて遊びに行く、おしゃべりする、お茶をする、そんな時間があなたを待っています。中には恋愛的にデートするっていう方もいるかもしれません。嬉しい出来事が訪れそうです。はい、では真ん中をお選びいただいた方です。カップの8です。今まで感じていたこと、そしてもう必要ないことは手放して新しいものを取り入れていきましょう。もう空っぽの容器の中にあなたらしい色、あなたらしい飲み物とかあなたの色を注ぎ込んでいきましょう。もうドアを開けて新しい空気を吸い込んでいる。目の前には階段が広がっている。さあ、あとはこの扉からあなたが一歩出て階段を進んでいくんだ。進めば進むほどこの透明なボトルに色が足されていって、あなたの心のお部屋は豊かなものになっていきます。今自分の中で一旦整理が必要な時かもしれません。どんな色をつけたいのか、どんな景色を歩んでいきたいのか、どんな未来にしたいのか、そのためにはどうしたらいいのかとか、過去のあった出来事でいらなかったものはもう手放していきましょう。簡単に身の回りのお掃除をすることもおすすめです。右をお選びいただいた方です。ソードのキング、いろんなことを学んだりとか知識を取り込む、情報を仕入れたりするのがおすすめです。あなたはそれができる。情報収集力が今高まっているような状態。はい、ネットを使ったり資料、本を使ったり、そうですね、眼性疲労には気をつけていきましょうね。すごいですね。耳の上にペンを刺しています。ものすごく集中して情報を仕入れたり、また発信しているんですね。これだって思うものに向かって今あなたが一生懸命頑張っている最中、少し休んで自分の身の回りを整えたりとか、自分の今着ていらっしゃる部屋着を取り替えるといいっていうメッセージが入ってきました。部屋着です。よそ行きの服ではなくてお家の中で着ているお洋服、どうでしょう。最近新調したばかりだよっていう方は大丈夫なんですけど、いや、そういえばここしばらく変えてないっていうのは新しいものを新調していないなっていう方は、気分転換に良いものを買ってみてもいいと思います。なんか部屋着新調するとよしっていう風に出てきました。
そしてあとは情報を仕入れたり発信したりっていうのがあるので、あなたが今気になっていることや未来についてこうしていきたいっていう願望があれば、その情報を集めたりとか自分から発信していく、コミュニケーションをとっていくっていうのがおすすめ。コミュニティを自分で作ってしまうっていうのもいいと思います。今コミュニティの輪を広げていく時です。はい、あと眼性疲労には注意ですね。右の方はゆっくり頭のマッサージとかして体をほぐしてください。今回はこのように3つの選択肢ごとにそれぞれ結果が分かれていきました。ぜひこのメッセージ取り入れてみてください。では、周囲の方々が感じるあなたの魅力、これからより一層開花していきますように願っています。そしてこれからもまた1年間様々なリーディング動画投稿していきますので、よろしかったら応援のほどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。